京都、想像以上に美しい幻想的な夜桜。今日も京都でぼちぼち。今回は期間限定で行われている夜桜ライトアップをご紹介します。第5次。地下鉄東西線第5駅から徒歩11分。入り口から早速美しいです。照らし出された仁王門と桜がお出迎え。ピンクね。わ、桜になってるな。入ったらぜひ借りてほしいのが提灯。有料にはなるのですが、提灯を持ちながら散策するとさらに楽しめます。提灯の下には桜モチーフの絵柄が浮かび上がります。色はオレンジ、ピンク、青の3色で、柄は桜が3種類。ピンクのを2つ借りて、八重紅しだれと一葉という八重桜をモチーフにした柄でした。この提灯、子供たちが大喜びのやつです。国宝金堂を舞台に伝統模様や醍醐寺の歴史を感じさせるプロジェクションマッピングショーが繰り広げられています。プロジェクションマッピングは金堂と金堂前の地面の2カ所に映し出されています。私は内覧会に参加させていただいたのですが、この日は金堂への投影がされていなかったので、またソメイヨシノが咲く頃に行けたらと思っています。醍醐寺らしい情景が次々に浮かび上がります。子供たちは足元に浮かび上がる様子に大興奮です。おかげでゆっくりと映像を楽しむことができました。こちらの金堂は醍醐天皇により926年に創建された建物です。当時は釈迦堂と言われていましたが、2度焼失しています。現代の金堂は豊臣秀吉の命によって紀州湯浅から移築が計画され、秀頼の時代1600年に完成したものです。地面の満月に浮かび上がるのは第5次にある五重塔。桜と金堂とプロジェクションマッピングすべてが見れて豪華絢爛。ただ華やかなだけでなく、第5次にまつわるもので構成されているので見応えがあります。桜に浮かび上がる門は五七の霧。五七の霧は主に豊臣秀吉が天下人として用いた家紋です。醍醐寺は豊臣秀吉が醍醐の花見と言われる特別な花見の宴を催した場所です。はるか昔に豊臣秀吉がこの場所で桜を楽しんでいたと思うと歴史を感じられます。映像の最後にはそうだ京都以降のロゴが浮かび上がります。金堂のそばにある桜が満開でとても綺麗でした。桜の開花には少し早いかなと思っていたんですが、想像以上に桜が咲いていてとても美しかったです。ソメイヨシノはまだつぼみの木が多かったので長い時期楽しめそうです。美しい桜のライトアップとともに五重塔が幻想的に彩られます。個人的には今回のイベントの中で一番の見どころだと思いました。五重塔の前には幻想的な映像が投影されています。五重塔自体にも桜の模様が映し出されていてとても美しいです。五重塔の前には立礼による茶道パフォーマンスとネイキッドによるアートテクノロジーを融合させた特別な停車席が設けられていました。桜に囲まれた空間の中で所作や光の演出を間近に感じながらお茶とお菓子をゆったりと味わうことができます。夜桜座席は一般席が1000円、特別席が1500円でした。この雰囲気でお抹茶とお菓子をいただけるのはとても贅沢なので体験したかったんですが、人気で列ができていたので断念しました。特に間近でお手前を拝見できる特別席は人数限定みたいなので早めに並ぶ方がいいかもしれません。門をくぐりさらに奥に進みます。
こちらでは軽食やおみくじ、御朱印などが販売されていました。お花をモチーフにした花みくじ。春らしいお花を一つ選ぶとおみくじがついてきます。息子に一つ選んでもらいました。可愛いのでおすすめです。桜の木の一つ一つが本当に美しかったです。紅葉の時期に有名な弁天堂と橋のある池の周りにも桜が咲いていました。満開の桜が池に映し出されてほんまに綺麗。桜自体も綺麗でしたし、ネイキッドらしい演出も楽しめました。小さな子供は桜を見るだけだと飽きてしまうんですけど、提灯やマッピングなど見どころがたくさんあって最後まで一緒に楽しめました。最後に提灯を返却。実は醍醐寺に来たのは初めてだったんですが、想像以上に桜が綺麗でまた来たいと思いました。豊臣秀吉がお花見をした場所で美しい桜と幻想的な演出やお茶席が楽しめる醍醐寺、ぜひ行ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。